は、トバログです。今回はですね、ちょっとカバンの中身取材やっていこうかなと思います。はい、今回のゲストはドゥ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 ンジャンプ。イエーイ。そんなテンションわかんない。やばい、緊張してるからテンションわかんない。はい、というわけで今回はチェホンさんに来てもらいました。はじめまして、どうもモバイル.com TV どうもモバイル.com TV をやってるチェホンです。はい、お願いします。めっちゃ噛んだじゃん。いや、めっちゃ噛みました。チェホンさんはモバイル.com っていうこんな感じのなんかね、スマホ結構メインですよね。ほぼスマホメインの、そういうレビュー動画とかを撮ってるチャンネルがあって、これを本当にずっとやられてるんで、やっぱスマホの解像度がめちゃくちゃ高いです。ありがとう。いや、なんかそうやって言われるとなんかすごい嬉しい。そう、スマホの解像度が高いし、なんかね、話がやっぱり上手なので、チェホンさん、トバログの動画結構ちらほら出てもらってて、Google の Pixel のイベントとか、サムソンの Galaxy のイベントとかで、だいたい一緒になるんで、とりあえずチェホンさんどうすかっていうのをやって。待ってなんかめっちゃ嬉しいんですけど。そうです。だからチェホンさん、今回めっちゃいいっすみたいなのを毎回言って動画も楽しくなるっていうところで、いつもそういう感じで撮らせてもらってたんですけど、ちょっとカバンの中身ってどんなもんなんだろうっていうのを見せてほしくて、そんな感じでちょっと撮らせてもらおうと思います。よろしくお願いします。はい、それでは行ってみましょう。はい、じゃあ早速カバンを見せてほしいんですけども、カバンは今日はこれです。おお、はい、でかいっすね、結構。テーマがありまして、テーマっつうかなんかそんな硬いもんじゃないですけど、取材とかを僕イベント、スマートフォンのイベントとか行くので、そういった時によく持ってっているスタイルの状態で今日本当に取材ってなんか一発撮りじゃないですか、基本的に。マジで失敗できない。そうだからとりあえず、全部持ってくるようにしていて、意外とでもその割にはコンパクトじゃないですか。でそこにちょっとこだわりがあって、持ってこようと思えばもっといろいろ持ってきたいんですけど、絶対に外さない、失敗しないスタイルでできるだけコンパクトにしたい。なるほど。まずはじゃあカバンからちょっと見せてほしいんですけども、なんていう、これですね、もうクソド定番の、ユニクロさんです。そうなんですか。これユニクロさんの多分一番新しいシリーズじゃないかな。そう本当につい最近2週間ぐらいまで買って使い始めている。全然分かんなかった。5000円ぐらいのやつ。安っ。でこれね、めっちゃいいのが、このユニクロって分かんないというか、分かんない、このロゴが入ってないのがすごいいいなと思ってて、それで使いやすいなと思って。なるほど。なんかちょっとポーターとか、エアーまではいかないけど、結構どっちかっていうとそういうファスナーのあたりとかも結構綺麗だし、質感、生地の感じもいいし、止水ファスナーだし、結構ちゃんとしてますね。で結構気に入ってるのが、このポケットがこう前に2つ分かれてて、ワイヤレスイヤホンとか手前にあったりとか入れて、財布はこっちとか、そういう使い分けがしやすい。であと地味に気に入ってるのがこの背面、ここのクッションって大事じゃないですか。結構大事です、そこは。ですよね。なんかここのクッションがボコってなってるこのぐらいの値段感のリュックって意外と少なくて、もちろんもうちょっとね、いいリュックっていう選択肢もあると思うんですけど、結構取材とかってもうバタバタどこへでもガツガツ持っていきたいんで、割と低価格でガツガツ使えるようなやつをずっと探してて、しかもここ微妙にここ止まるんですよね。確かにこれも意外と重要で、ずれないっていう。チェストベルト。チェストベルトって言って、多分はずいわかんないです。多分そう。これもあって、意外とだからコスパがマジでいい。これで5000円なんで、この時代にしてはすごい安いですね。この中に何が入ってるのかを見せてほしいんですけど、どっからいきます？まずはなんかこの天板にバンバンいろいろ物を置いてってもらう感じで、これが僕が今普段取材で使っているセット。リアルセット。やばすぎです。やばすぎ。なのがなんか。シンプルで多分物としては少ないと思うんですけど、そうでしょ。スマホの数がちょっと変ですね。
いや結構まともだと思って、むしろ絞った。むしろ絞って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 まずはじゃあスマホからいきます。はい。どれからいきましょう。いやどうしよう。まずそもそもスマホって、まあ、このチャンネル見てくれてる人はいいんですけど、まずカバンの中身でスマホ5台入ってる人いないと思うんですよ。いやそうまず前提スマートフォンが好きです。はい、スマートフォンって、実はいろんな種類出てるんですよ。はいはいはい。世の中やっぱりこう iPhone、ね、日本だと特に iPhone っていうのがやっぱり強くて、日本の中ではスマートフォン iPhone っていうイメージあると思うんだけれども、その他に Android っていうのが出ていて、Android スマートフォンっていう中にもいろんなメーカーさんが出してるから、それぞれに強み個性があるんです。例えばこの子はカメラが強い、この子は漫画が読みやすいこの子はコンパクトでなんか疲れたなっていう時にちょっと楽に使いたい時にすごく最適とかっていうそれぞれに良さがあるわけですよ、はい、だからそのシーンごとに合わせて最適なスマートフォンを僕は使いたいと思ってるので、こうなりました僕も結構スマホは3台ぐらいは持ったりするんで、だいたい近いニュアンスは分かるんですよねそれぞれ、何をすることが多い？ツイッター何をしてます？スマートフォンで基本は。聞いちゃいます。はい。ツイッターそれぞれなんていう名前ですか？はい。じゃあまず右からね iPhone 17 Pro Max シャープのアコースシリーズのセンスシリーズっていうのがあるんですけど、これミドルレンジでコンパクトな、真ん中のやつがギャラクシー、シャオミの、Xiaomi 15 Ultra っていうカメラハイエンドで、最後これちょっとこれ特殊で、日本には売ってないやつはい、ちょっとこう見ていこうか。はい、これちょっとね特殊なやつで、海外に売ってるやつです。リアルミっていう、ブランドのスマートフォンで、リアルミ GT8 Pro、 これちょっと面白いのがリコー GR とコラボしてるっていう、なってます。この多分トマログさんのチャンネル見られてる方、結構カメラが好きな方いらっしゃると思うので、リコーって聞くとねGR シリーズ、よく思い浮かべるんじゃないかと思う。そことコラボしてる。でだから写真撮った色味とかもちゃんとこうなんか GR っぽい色味で撮れるっていう、ちゃんとそのモードも搭載されてるようなスマートフォン。このモードで撮った写真が綺麗。いやこれすごい。この28mm と 40mm なんですけど、リコース GR いいところそれそれ言ってほしかったです。これね40mm がめちゃくちゃマジでよくて、そうスマートフォンの 40mm って意外と少ないと思うんですよね。ないですよ多分。そうですよね、そうだから本当に僕は結構気に入ってて、でこの機種さっきもお伝えしたんですけど、海外で出てるので、残念ながら技的マークっていうのがないんで、僕としてはもう本当にこれ写真用で、写真を撮って、取り出してこう共有するような感じで、なんかリコー GR とはデザインの方向性結構違うというか、確かにそうかも。真っ黒でちっちゃいとかじゃなくて、確かにそれはそうかも。スマホそれっていくらぐらいしたんですか？これね12万ぐらい。そこそこいい値段はしますね。これ向こうでもめっちゃ人気らしくて、たまたまその最小構成がなかったんですよ、だからちょっと高いんですけど、多分10万ぐらいから。そうなんですね。なんかここの質感もいいし、結構なんかこれ系のスマホ僕、なんかギラついたデザインで苦手なものが多かったんですけど、これはなんかいいでしょ。シンプルでしょ。わかる。トーバログさんぜひね使ってみてほしい。確かに。カメラ系で言うと、シャオミは結構これガジェット好きの間では割とオーソドックスというか、シャオミ12ウルトラぐらいからなんか周りはそうですね、特に注目を集めたのは去年の Xiaomi 14 Ultra だと思うんですよ。もうあれは本当にすごくて、メインにこう1インチセンサー、大きいセンサー搭載して可変絞り搭載してて、あれもすごい話題になったんですけど、それをさらにこう強化して可変絞りなくなっちゃったんですけど、もうとにかくメイン1インチセンサーが継続で、望遠が 1.4 分の1インチセンサーっていう大きいセンサーで2億画素2億画素、結構発表イベントってト
登壇者との距離があったりするじゃないですか、はいはいはい、ああいう時にやっぱりこう距離があるところを望遠で撮ったりとか、で一眼もちろん持ってるんでそれっていいんですけど、ただ一眼だとなんか割と環境によって失敗するパターンあって、設定ね結構設定シビアそうそうそう、だからスマートフォンの方が割と簡単にサクサク撮れるっていう意味で、僕撮ってすぐ SNS に共有するんで、すぐアップする。そう発表後スペックとかなんかねその魅力的なところを発信するんで、そういった意味でもやっぱ撮ってすぐ共有できる、これがマジで強い。ただ動画についてはもちろんこれでも撮れるんですけど、iPhone の方が強いなって感じるところがあって、画質的には Xiaomi 15 Ultra でも全然綺麗です。ただなんかこう手ぶれ補正の滑らかさっていうんですか、映像の滑らかさはiPhone 17 Pro Max の方がなんか滑らかだなって感じるんですよ、自然。確かに多分、センサーサイズが1インチであることによって、割とこの手ブレ補正の補正が難しいと思うんですね、物理的になんか補正しないと結構変になるぐらいの画面サイズだと思うんですけど、iPhone はその辺も含めて結構上手なのかも。ただiPhone も、完璧ではなくて、特に僕がよく iPhone で使うのは広角と2倍ズームの動画、そこはやっぱり iPhone が強いなと思うんですけど、ただなんか夜とちょっと画質荒いなって時があって、そういう時は Xiaomi 15 Ultra の方が、テレマクロ望遠も実は搭載してて、すごい寄って撮れるんですよ。綺麗に撮れたりとか、あともともとでかい望遠も搭載してるんで、ちょっと遠目で立体感ある絵を撮りたい時にこっち使ったりとか。いいですね。使い分け意外と細かく効きますね。そうだから本当にね、そういう意味でもスマートフォンっていっぱい持った方がいいんですよ。確かにこのサイズで凝縮されてるって考えると、物量的にはお得っすね。そうお得でしょ。そうでこっちは写真とかじゃないですもんね。そうですね。こっちは本当にこれ新しいアクオステンス10っていう機種なんですけど、これはなんだろうな、ちょっと軽い移動の時とか、なんだろうな、大画面すぎるとやっぱ手疲れてくるんですよね。なんかこう結構やっぱ重いんで、移動中とか軽くこうなんか息抜きに触るぐらいの時はこっち使ったりとか。なるほど。だから服で言うとジャージとか、そう分かる。クロックスみたいな。そうだから部屋着みたいな感覚。個人的には最近のスマホの中ではデザインが結構好きで、見てあげてくださいよ。三宅デザインでしたっけ？一応こっちは三宅監修デザイン。カメラの形がちょっと有機的なんですよね。あんまりこういう感じの置き方を多分しないと思うんですけど、普通のスマートフォンとかだと丸でもない、そうちょっと歪みがある感じ、ここがやっぱ印象的で、これはさこれはもう言わずもう多分ね今年おそらくスマホ好きな人も、ガジェット好きな人も多くの方が手に取ったんじゃないかと。そうですね、誰もが手に取って、えって驚いて買ってしまった人も多いはず。本当にこれは初めて、それをねトワログさんと行ったじゃないですか。行きました、ニューヨークで。初めて触った時マジで感動しました。僕はすごいっすよね、軽さと薄さ。あまりに軽くて薄い。でこれまでのZ フォールドシリーズって、もちろん少しずつ軽量化とか薄型化していて、今までの流れだと一気にここまで来ると思わなかったですよね。そうっすね。かなり攻めてると思って、でまさかその S ペンを削って、もうめちゃくちゃ強みじゃないですか。Z フォールドシリーズでは S ペンが使えて、それを削ってまで薄くしたこれ 215g、薄さが、7.9 でしたっけ？結構だいぶ薄い気が。かなり薄い。そこまでしてくると
とは思わなかったっていうのが、でなんかやっぱ一緒にいたジャーナリストの人たちともその話になった時に、いや三つ折り出るでしょうって言って三つ折りがもうサムスンのフラッグシップになるわけだから、ここでもう一気に他社を突き放すために二つ折りもその仕様に持ってったんでしょうみたいな話してて、なるほどなと思って。ああ、なるほどね。そうですね。用途としては漫画、あとは動画、僕動画結構見るんで、はい、おーいいですね。そう普通のスマートフォンと比べて、すっげえ大きく変わるかって言われると多分そこまでではないと思うんですけど、でもやっぱり余裕があると思うんですよね。同時にこのわずかな差っていうのが結構こう使えば使うほどなんか感じてくるというか。確かに漫画を読むとかそのサイズでウェブを読むとか、雑誌読むとかになると圧倒的にもう折りたたみ以外僕使えなくなっちゃったんで、もう完全に折りたたみなんですけど、なんかそこっすよねやっぱね。でゲームとかは意外とやりにくいなって感じ。確かに意外とね手届かないですよね。手届かない。なんかバランス悪いなと思っちゃって。スマホも、僕は結構理解できる派なんで、あれなんですけど、これを聞いて多分皆さんもなるほどね、やっぱスマホって5台ぐらい5台ぐらいないとねっていうそういう感覚になってくれれば一番嬉しい。ちなみに、そのスマホだけで総額いくらぐらいですか？ここにあるやつです。はい。12万。家賃東京の25万。給料額面6万。1K。25万。額面給料20万。手取り給料。やばすぎ。何台ぐらい買ってるんですか？ざっくりで言うと30台ぐらい。ちょっと少ない。でも年間でちょっと今年少なくて、ただ1個あたりの単価は多分過去最高で、うん百万。うわーすごい。うん百万円。いやもうでもあれですから、これってチェホンさんが仕事でもあるわけだから、確かにレストランの野菜の仕入れと一緒なんですよ。いいこと言う。いやそれねどんどん広めてほしい。チェホンさんってスマホめっちゃ好きじゃないですか。なんか原体験というか、なんでそもそもスマホみたいなの好きになったのかとか。最初に手に入れたガラケー、携帯電話。僕ね今でも覚えてる W41T っていう東芝のリスモ時代の au の機種なんですけど、懐かしい HDD 積んでる4テラのそういう真緑のやつとかある。じゃあ4テラとかじゃない、4ギガとか。4ギガ。僕当時高1の時、高1になる前かなに買ってもらったんですよ。まだ契約できないんで両親についてきてもらって au ショップに行って携帯を買ってあげるからって言われたんで、やったって思ってウッキウキで行ってね、カタログとかいっぱい見て、大体決めてたんですよ。カシオのその時 W41CA っていうオレンジのペンギンのやつ、めっちゃ可愛いの、画面回転するやつでオレンジ色でね、でそれが欲しくて、でそれに決めてたんですよ。でこれにするって言ったらその携帯が一括1円とか0円じゃなくて、わかるそれわかる。買ってもらえるやつだ。そう、月々400円ぐらいだったの確かね。確か当時ね。そうで、いや400円でいけるんじゃないかって思ったんですけど、ご利用したけどその横にあった一括0円が1円のその W41T こっちにしなさいって言われて、いやわかる。いざ使い始めてみたら僕の買った W41T だけ赤外線ないんですよ。そうなんですか？そう、あれ HDD を搭載してるがゆえに赤外線なしで、赤外線がないと当時連絡先の交換手段がなかったんですよ。確かに紙に書いてアドレスとかで、今でいうエアドロップ状態、エアドロ問題みたいなでいざ高校入学ですよ、みんなであるじゃないですか、その連絡先交換しようぜ、手打ちでメールアドレスと電話手打ち、もう絶望的な体験が、だからそれこそねエアドロで共有しようよっていう時に、いやごめんできないっつって手打ちさせてみたいな状態、あれが地獄すぎて、いかに買い替えようかっていうのをすごい奮闘しつつで、友達に使わなくなった携帯電話とかもらったりとか、あれがきっかけですね。携帯電話って本当に自分が好きなものを選ばなくちゃいけないんだって思った。そこからじゃあ続いては、取材でよく使うカメラですね。僕の、イベント取材の時はもう大体これで、スマホでも結構撮るじゃないですか。こっちを使う理由とかってあります？
っちを使う理由か、やっぱりなんだろう、一眼でしかミラーレスでしか出ない絵の良さというか、はいはい、まだここまでにはスマホの領域行ってない。そうですね、立体感とわかかる、なんか空気感がね、そうそうそう、だからこれじゃないとダメだなってまだ思ってるので、これで基本撮ってます、そう僕スマートフォンが好きな理由の一つが、スマホを撮るのが好きなんですよ。とにかく撮ってる時が最高に楽しいんですよね。僕がこのカメラで撮るのってもうスマホ以外撮らないんでそうなんですねそう風景とか、はいはいはい、人とか、一切撮りません。料料理とか、はい、もうスマホだけで、これね、これずっとそう戸原さんにお話ししたかったんですけど、このシグマの 30mm、はい、これ僕トバログさんの動画を見て買ってるはず。そうなんですか。これ紹介してましたよね、このシグマの 30mm って。多分紹介してたと思います。F1.4 のやつ。はいはいはい。これね、確かそう僕がこれ初めて買ったレンズなんですよ。自分で。そうなんですか。そうでもまだずっと使ってて、これはずっと気に入ってて、実はこれを買った後にレンズっていろいろ買ってるんですけど、そうなんです。結構しっくりこなくて、結局やっぱりこれってなって、結局これを2本今持ってる。2本持ってる。予備でもう完全にいやなくなるといけないから、なんかその分かんない、レンズとかって分かんない、スマートフォン詳しいですけど、レンズとかってそのなんか在庫とか過去のものなくなるんじゃないかと思ってて、一応予備でストック1個。いいっすね。結構やっぱシグマもデザインもそうだし、価格とあとクオリティ、ものとしてのクオリティのバランスがめちゃくちゃ優れてて、本当にそうでこれがマイクですね。一応映像はこっちだけにしてて、映像はもう別でこれで撮ってますが、これにプラスラベリアマイクで、音声を撮っていて、結構こうイベント会場とか発表会ってざわざわがすごいじゃないですか。そうですね。そうだからやっぱピンマイクの方がいろいろやった結果よかったっていう。声が一番なんか自分の近くで、これとこういうマイクをセットとかで使うと、自分の声だけをしっかり拾ってくれるんですよ。で発表会とか行くと分かるんですけど、発表会とかって同じように喋ってる人が無限にいるんですよ、横に。そうびっくりするぐらい大きい声で喋る人多いんですよ。びっくりするぐらい、いやこれがとか言って、なんなら違う言語ですげえでかけ外国人とかもすごい多いから、そういう声が動画に入るとやっぱ聞きづらくなるから必須っすね。本当に必須です。最近実はこれ導入してて、ここにこいつをなるほど。それめちゃ便利じゃん。これねめっちゃ便利なのよ。ここにつけて、それいいな。これつけて、ここに台本というか、台本じゃないけどなんかスペックとかね、そう言いたいことをこう表示して撮る。それすごい。これだと発表会とかって意外とというか、その場で発表されるんで当然、スペックもその場で仕上げないといけないんですよ。確かに。でその場で仕上げたやつをすぐそれで喋れるかっていうと、やっぱそれなかなか難しくて、難しい。そうだからさすがに全部は覚えてられないんで、こういう感じで最近はちょっと補助的に。ここに置くと、普通だとマイクが使えなくなるんですけど、そうだから、僕の場合はもうこっちでピンで撮ってるんで、関係ない。じゃあこっちで内部収録みたいな、この中でもう録音してるってことですか？そういうことです。こっちに内部収録して後で取り出す、で後で音源くっつける、映像と音源くっつけるって感じですね。すごいなこれ。でも結構ちゃんと考えられてますね、この組み合わせ。いろいろね、本当に失敗ばっかり、失敗できない発表会をめちゃくちゃ失敗してきてるんでこれが僕が使ってる三脚。本当にこの三脚もいろいろ買って、どんどんコンパクトになってきてる。で軽いやつがいいなって思っていて、一応これカーボン製だったかな、確かね。意外となんか袋に入ってる時よりもちゃんとして見える。頑丈。そう頑丈なんですよ。でこんな感じで開けて、伸ばせて、トップにキアも雲台が結構、このクイックシューでこれをカチッとつける。カチッとつけるともうすぐに使える。結構気軽に使えるセットアップですね。だからもうこれ持ち歩いて発表会はうるうるしてる。重いですかこれ？結構重い。でも結構軽いっすよ。これ見た目ほど。いくらぐらいでそれは？これはでも3万5千円ぐらい。スマートフォンは割と惜しみなく即決するんですよ。もう何も迷わないですけど、意外とこういうなんかカメラとか三脚とか
それこそユニクロの服とか、うんめっちゃ迷うんですよ。あもうとことん迷って買うんで、はいなんか大丈夫かなとか値段これ高くないかなみたいな、うんだからそういう意味では僕結構ドキドキして買いました、あーいいっすね。そうそうそう。 MacBook ははい、なん MacBook は MacBook のこれ13インチ、これを選んだ理由としてはやっぱ軽い、うんプロも買ってみたんですけおど買ったんですね。ちょっと合わなくて、うんうんやっぱ重いじゃないですか。な確かにんで結局エアもうすぐこう編集記事書くとか、やっぱこれがないと話にならないっていうかそうですね。なんか現地でうんもう撮影した瞬間にデータ移動してそう確認したいですよもうね。本当にね撮れてるかどうか心配でしょうがないのとわかる。そう早くデータをアップしたりとかね、うんそういうのあるんでね。意外と珍しいこの色使ってる人。あマジですかゴールドっすよね。ゴールドっす。ケースもつけてても薄いんですね。これだいぶゴールドのケースなんですよ。本当だ。これなんかエアーでもケースつけると、ケースつけてない MacBook Pro ぐらいになりますね。重さ薄さ厚さだから意外と薄い。そうちなみに動画編集はどんな感じでやってるんですか？実はですね、はい動画編集はほとんどしてないんですよ。そうなんですか？椿さんにそうですか？お願いをしてるのである程度はできるんですよ。もともとスタートを僕がやってたんで、カットとかはできるんですけど、ただまあいかんせん出せる動画ではない。そうなんだ、はい全部じゃあもうだから逆に言えば椿さんがいないとうちの動画完成しないすごい。そうなんだ。はい、なので、一応ファイナルカット入れてます。ファイナルカットでやってるんで、入れてるんですけどほとんど使わないです。すごい。じゃあ夫婦ではいもう成り立ってるんですね。いやもうほとんど一つのチャンネルが。そうです。僕が無断でスマホを買うじゃないですか。で買って僕が動画を一人で撮って、どこでバレるかって編集のタイミングです。お互い合ってるんです。はい、怒られるんですそう怒られますね。このポーチは別になんか特にこれ坊主のノイキャンクソツ用の、今ね第2世代出てるんですけど、これ初代のやつ。これでも全然良い。すごい。つけ心地がめちゃくちゃいいんですよ。そうなんですね。どんな形のやつでしたっけ？ちょっと細長いタイプのやつか。そうなるほど。これね個人的にはすごく耳に合っていて、ノイキャンもすごい効くんで、すごいおすすめ。おすすめですね。でもう一個皆さんどうですか？これワイヤレスイヤホンって2個ぐらい持ってますよね。僕もう一個は AirPods Pro 3。新しいやつ、これがマジでエグくて初代からこれ3に変えたんですけど、音まず全然違うし、ノイキャンの音の消え方が全然違う。そうなんだ。もう新幹線の音どころか飛行機のゴーっていう音、あれもかなり消える。そして翻訳機能がなんかリアルタイム翻訳、今までって僕海外英語全く喋れないんで、マジで困ってたんですけど、これで翻訳してもらうと大体言ってること分かるんで、イエスかノーは答えれるようになったんですよ。だからそういう意味ですごい良かった。大きな進歩だ。マジで。そうなんか自分喋れなくてもとりあえず言ってることが分かればなんとなく返せるんだと思って、そういう気づきを得た。2個持ち歩く理由とかってありますな。これはあって、AirPods はやっぱ iPhone に最適化されてて、クソつながりがいいし安定性良くてそっちにつながるの早い。ただAndroid はコーディックがいろいろ対応してるんで、LDAC とかそういう意味で、Android はこっちでみたいな感じで使いよう。基本的に2台必ず最低でも iPhone と Android それぞれ持つんで、そういう意味で、2個ないと。なるほど。外付けの SSD、これを結構持ち歩いてて、これはスマートフォンから写真を写すときに高速で写せるんですごい重宝してる。そっか、スマホでも使えるか。それ持ってるけど、その使い方したことないですよ。マジですか？だから結構それこそ本当に Xiaomi 15 Ultra がイベントとかですごい写真きれいに撮れるんで、そのデータを一旦、SNS に一旦投稿して、残り記事とかにも使いたいんで、そういうの大量に写すときはもう SSD の方が早い。確かに。そう。エアドロップないと、この MacBook と写真用として使ってるスマートフォンのやり取りどうしてんだろうっていうのは結構気になったりしてて、
ドロップボックスとかなのかなとか勝手に思ってたんですけど、物理的にもいけるからいいの。そうそう、オンラインにそのアップロードするのいいんですけど、環境に左右されちゃって、そうっすね、結構いいところもあれば悪いところもあるじゃないですか、Wi-Fi の速度がめっちゃ遅いとかさ、なんかそういうのもあって、だから結構、物理的に映してます。はい、というところで今回はチエホンさんのカバンの中身というか、ガジェットスマホの話っすね、ほぼ。そうほとんどスマホ大丈夫かなこのめっちゃ面白かったです個人的には。なのでユーザーの人も面白いと思ってもらえると思うんですけど、こんな感じでカバンの中身終わりにしようと思います。多分トバログのスマートフォンの話とかもチエホンさんのモバイル .com で紹介してもらってるので、ぜひ見てみてください。というわけであとトバログではこの動画の他にもルームツアーとかカバンの中身いろんな人のやつ見せてもらってるんで、ぜひチェックしてみてください。聞いていただけたらチャンネル登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。